皆さんアロハ。皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいラブレタイムです。イエイ。実は普通自動二輪免許を持っています。全然使ってません。今日もメインパーソナリティ務めさせていただきます瀬野和也です。そしてはい実は中学時代、付き合ってた彼氏3人いました。宮代です。よろしくお願いします。すごいね。同時になわけねえだろ。ねえだろとか言ってた。ああよかったよかったです。実は高校時代ギャルでした大川久美です。よろしくお願いします。ルーズソックス履いてました。イエーイ。ルーズソックスを流行らせたのはクミなんです。そうそう私ですイエーイ。そして、はい、実はしょっぱい海が大嫌いな大川博です。よろしくお願いします。というわけで、はい。今日はゲストに大川夫妻が来てくれました。ありがとうございます。お願いします。もういいんですね本当に我々でね。もうぜひですよ。もう初っ端からちょっといろいろ突っ込みたいご話そうが。何も面白い話まず久美さんの方はルーズソックス履いてたんですね。履いてた。スカートもじゃあ短い時代それとも長い時代？お前短いに決まってんだろ。長い。いやでもギリギリの差だよね。そうだよね。中学3年間は長くて、高校入った途端に短くてルーズソックス履いて。それ写真あります？あります。それ送ってほしいな。あと編集で編集で練習で出しとここの辺出したいね出したいね。じゃあちょっとね検討します。ぜひよろしくお願いします。超見てみよう。ね。そして出身地どこでしたっけ？生まれも育ちも茅ヶ崎市なんですけども。何が嫌いとおっしゃいました？しょっぱいのがダメです。海しょっぱいからね。海水自体はいいんだ。プールとかは全然川は大好きなんだけど海泳いでるとどうしてもね入っちゃっておってなっちゃう。みんなならないの？大丈夫なの？いやなるけどでもほらそういうものだってあれしてるから別にいちいちなんかよいしょパーっていちいちやらない。いちいちやらない。なんかね体調悪くなるのすごくってなってなんかだから多分海水浴したのは生まれてから5回もないんじゃないかな。一番びっくりしてる。一番びっくりしてる。まあ今家から海までは歩いて10分ぐらいのすごい。なぜそこに好立地なんですけどねでもねすごいでしょ肌の白さ。ね北海道出身ですかって言われても全然おかしくああ分なかるぽい。い。ねどさんこっぽい。ドサンコね。本当そうでし湘南とはちょっと。海は好きですよ。でも行って歩いて散歩したりあ見るのが好き。見るのはね。海派ですか山派ですか？やっぱ海。山派です。山派。久美さんは？私家派です。選択しないから。どっちもちょっとどっちも選択肢や外ちょっとどうも家が大好き。あ、そうなんだ。本当はアウトドアしたいとかあるんですか？僕キャンプ大好きなんで基本あそうなんだ。山派なんですよ。すっごい上手。へえ。テントとかバーベキューとか何でもできるするのは好き。でも一緒に行ったら楽しくないですか？虫がダメなんだよね。じゃあ秋キャン冬キャンがいい。そうですね。じゃあ本当に生粋の東京っ子ってそう感じなんだ。そうギャルだから。ギャルだと。そうということで、こんな素敵な皆さんもご存知かもしれない、こんな素敵なカップルでもうご結婚されて何年ですか？はい。つい先日の4月10日に丸22年を迎えました。22年。22年すごい。おめでとうございます。ついこのおめでとうございます。そうですね。あっという間でしたね。でもね、2人の出会いっていうのもね。ね、ちょっとどうやって22年前出会ったのは22年前ではなくて、でも27年前ぐらい一緒。僕が20歳の時だったので、そうです組がね。 18の時ね、大学が一緒だったんですけども、僕ちょっと2年外国にいたので、大学に入ったのは2年遅いんですね、みんな。なるほど。で、同じクラスになったのが、出会いのきっかけっていう感じでしたね。その出会って最初は普通にお友達ウェイみたいな。僕は友達だったんですけど、なんかこういうファーストインプレッションがすごい良くなかったみたいで。そうですね。なんで？彼は帰国
子女じゃないかなっていうの留学してたから、英語がとてもできる人ということで入学したらすぐに英語の、学力分けテストがあって、それによってクラスがバーって分けられるの。トーフルね、かつてのそう、昔あったトーフルっていうテストがあって、で私は普通に高校3年間、日本の高校3年間だったから、英語なんていわゆる机上のね学びしかしてこない、ごめんなさいね、机の上で学ぶことしかしてこなかったので、話せないし聞けないしっていうことぐらいだったんだけども、だからテストしててもヒアリングもうまくできないし、もう途中で分かんなくなっちゃって、もういいやと思って別にどこのクラスになってもいいやと思ってふって顔を上げたら、私その時一番後ろでテストを受けてたんだけども、彼は一番前で試験を受けてて、彼はねもう姿勢もこう美しくて、こうやって伸びをしたの、試験中に。この人なんてデリカシーがない人だろうなって思ってこんなにねこう試験で苦しんでる人たちいるのに、一番前で伸びするってなんだろう感じ悪いっていうのが結構最初の印象。絶対友達になれないなと思って行きました。そうだったんだ。始まりはそうだったんですけど、クラス一緒だしちっちゃな大学だったので、学年みんな本当に友達みたいな感じでいて、どんぐらいなんですか、一学年20で40人。学部は当時は学部はもう進学部の一つしかなくて、で私たちが所属してたのは進学部の中の国際キリスト教学科っていう学科で、もう一つが神学科っていうのがあったんだけども、私も彼も国際キリスト教学科の所属で、国際キリスト教学科は20人、進学科は20人で、でももう本当一つの家族みたいにすごく仲が良くて、クラス全体がというかもう学校全体がそれで、ね、すぐ上には愛ちゃんとタンタンもいたし、もう学校全体がすごく小さいから全寮制寮の生活だったしね、年もすごく関係なく飛び越えて、すごくいいお友達にはすぐになれるんだかな。でも普通にもともともう入学当初から全然知ってたっていう感じ。そう、知ってたのは知ってたけど、私がねちょっと彼が英語できるので大きな声で言えないんですけど、私の英語の宿題をさせて宿題を教えるとかじゃない宿題教えるとかじゃなくて、一緒に、俺がやってたのその宿題をお願いするきっかけもなんか特に英語ができるからってだけだった。くみちゃん的にちょっといいなみたいな。ないほらノー言わなさそう。すごい。20何年目のシーズン。なんかすごい優しそうな人だから断らないだろうなと思って、最初これは私の勉強だから私がやらないと、クミがやらないと意味がないよって言われながら、分かってるって言いながらこうどんどんテキストをこの人の前に持ってて分かってるっていうのをそうだったんだ、やってたかな。それはある程度お互い仲良くなってからっていうのもあるかもしれないけど、付き合う前は前だったね。そうだね、全然前だね。でも仲良くなったのはこれ真面目な話ちゃんとあるんだけどそれぞれ子供伝道に思いがあって、子供が好きだったので子供伝道のサークルがあって、公園に毎週土曜日行って、その大学があったそばの公園に子供たちを集めて、そこで公園伝道したりっていうサークルがあったりで、あとは人形劇サークルっていうのがあって、いろんな教会とか幼稚園をその人形劇サークルで回って子どもたちにその、福音を人形劇を通して伝えるっていうサークルがあったので、それでずっと一緒に活動してたのがあって、仲良くなったかなっていうのはありますね。そこでの時間がそう長かったね。でそこからこうどっちからっていうの同時なんですか？同時です。同時なの。明確なのないの？この後収録の後大丈夫？なんとなく
個人的には昔からすごい結婚願望が強くて、へえ。小学校5年生くらいの時からずっと早い早い祈ってたんですよ。すご結婚したいなと思ってた。クリスチャンじゃない時かまあ教会は行ってたけどら。ああ、も、なるほ結婚願望は強かったので、まあお付き合いというか仲良くなれる女性ができたらもうそれは結婚したいなって思いは最初からあったので、ど。まあ自然とそこは本当にで、でいいかふみちゃんは私はですね、すごくいい人だなと思ってたんだけれども、恋愛対象になり得ないなってずっと思ってて、いい人だけどいるよね、そういう人ね。それなり前髪がパツンってそう、あとなんかいろいろおでこそうだったんだ。おでこが広いとかいろいろあるじゃん。前髪パッツンだったんですかパッツンだ。本当にのび太くんみたいな。記憶がない。その写真ありますか？ありますあります。じゃあそれもお願いします。載せてちょっとなんかいい人だけど異性としてはっていう風な感じだったんだけれども、でもすごく大人でとっても優しくて、誰に対しても同じ態度っていうのがなんかすごい尊敬できるというか、だからなんだろう、いい人だからきっといい友人関係が卒業してもきっとずっと持っていけるだろうなとは思ってて、彼とは。他の人はフェードアウトするだろうなと思ったけど、この人はきっと何かしらでずっとつながっていくんだろうなっていう思いは漠然とずっとあって、で私は実は TCU に大学に入った時にそれまでお付き合いしてた人がいたんだけれども、ちょっと道がやっぱり違うということで、もうお付き合いを解消した時に、相手の人にもすごくなんだろうな、傷つけてしまったというか、悪かったなっていうことがあって、もう私は結婚はしないだろうと、一人で神様の道を歩んでいくのが自分にとってはきっといいんだろうなって思っていた時期があって、でも万が一この次好きになる人が出たらもうその人と結婚させてくださいって祈ってた。でもそういう誰かを好きになるとかっていう気持ちは全然なくって、そのまんま過ごしてた時に、それは大学2年生の11月の大学の文化祭があって、シオン祭っていうお祭りがあって、そこで彼は実行委員長をやってた。文化祭実行委員長をやって、陰でずっと仕事をしてた。その最後に全部の片付けをしている、そのコードをこう巻いたりとかね、今もしてますけどそういう片付けをしている姿がパッと目に入って、大きな体育館で彼は一人でそれをやってたんだけども、パッと目に入った時に、もう本当にその瞬間に、私この人と結婚するかもしれないって思ったの。でもひろし君の気持ちとは全然関係なくて、その時私の中にも恋愛感情があるという自意識もないままに、私この人と結婚するかもしれないってちょっと思って、これまずいって思ってどうしよう、なんか自分が神様に対して誠実じゃないっていう思いもあったし、また誰かを好きになっちゃったのかなって思いもあって、それでそのまま急いで帰って寮まで帰って、当時寮には祈祷室といってお祈りするためだけの小さな部屋が各フロアにあるんだけれども、そこに飛び込んで「主よ」って祈ってどうしたらいいんですかって祈って、でももしこの思いが消え去らないんであれば、私はもうこの思いに誠実に生きますっていう祈りを捧げたのを覚えてます。胸がね熱くなる。この話は知って出ます知ってます知ってます超知ってる超知知っててっいるいるけれどもあります。そうだね、なんかきっかけといえば私はそれかな。そしてそこからそうね、それから2人でいる時間が長くなって、僕は僕ですごい明るくて元気なキャラクターに最初から惹かれていたので、自分にないものだったので、そういうところはすごく惹かれてたのもあって、一緒にいる時間が長くなって宿題もたくさんやって、
もうその頃させてないと思う。そうさせてた、させてるって言っちゃってるけど。させてるでまあ 2年目かな、出会ってからね。で一緒にお祈りする時間があって、まあ告白するタイミングというかの代わりに、これから先のことを、久美のことを覚えて一緒にお祈りをしてっていいのかなっていうような感じで、まあ、これから先のことを一緒にやっていこうねっていうような意味で伝えたのがきっかけですね。なんで言ったんですか？具体的に。そのまんまだよね。うんこれから将来のことを含めて、うん久美とのことを祈っていってもいいですかって一緒に言われました。かなっていう感じ。そしたらなんて答えたんですか？私はもう祈ってたから、私はもう祈っていますって答えた。だから同時なの。なるほどね。もうすでになさ。その日が忘れもしない1995年の12月7日です。へえ。で私たちが始まった日がその日なので、おっと心がです。もう忘れてた。頭真っ白になっちゃ千葉緊張。ブーとか。僕はそのままありのまま流す。誰に謝ってんの？誰に謝ってんの？もう皆様。皆様。だってすげえドヤ顔で今12月7日。2日間違えちゃった。すいません。はい、ちょっと先走っちゃった。 12月9日です。恥ずかしい。恥ずかしい。まあそれ結構な記念日に僕の中ではなってるので。結構な記念日間違えられました。すみません。はい、そうなんです。その日から始まったということで。そうですね。ちょっとね、この2人の恋愛トークをまだまだ聞きたいところなんですけれども、ちょっと2人のイエス様であってイエスを信じるクリスチャンになったきっかけっていうのを私ちゃんと聞いたことないなってそうですね。すごい思っていて、話すチャンスもないもんね。そうですね、それ救いの証っていうのはなかなかね、ちょっとお二人のそれぞれイエス様に出会った証もうちょっと聞きたいなとはい。思っていまして、ひろしさんどう僕からですね。はい。僕はですね、両親がクリスチャンで、幼い頃から茅ヶ崎の地元の教会には行っていたんですけれども、全然信仰深いとかそういう話はなくて、知識としての聖書を読んだりとか礼拝をするっていうのはもちろんあったんだけど、全然自分の救いとか命人生に関わることとしての受け入れるとかは全然なかったんですね。でどういうきっかけかわかんないんだけども、自分は中学校の時にすごい人生にもう絶望を感じ始めていて、中学生の中学2年生ですね。もうね人生でもそれきっかけがちょっとねよく覚えてないんだけど、多分自分が描いていた自分の理想像と他の人が見る自分のイメージのギャップがあまりにも大きくって、なんかこう自分はもっとなんだろうな、スマートでみんなに受けがいい、勉強もできるいい人間になりたいと思ってたし、そうなっていくんだと思ってたんだけど、他の人から見た僕はすごいつまんなくて草真面目で、なんか全然魅力のない人間なんだなっていうのが分かった時に、自分の人生、自分の存在って何なんだろうって多分すごい悩んじゃったと思うんで、うまく説明できないけど、とにかくそこでもう学校もつまんなくなっちゃったし、なんか人生もつまんなくなっちゃって、もう惰性でもう生きていくような感じになっちゃってた。で高校受験する目的ももうなかったので、勉強しても将来が見出せないというか全然面白くないので、もう今の学力で入れるちょっとレベルの下の学校に推薦で入って、もう受験勉強したくなかったから、もう入って学校行ったんだけど、そんな高校が面白いわけもなく、もっとさらに落ち込んでってつまんない毎日だなと思ってたところに、たまたま知り合いの人が、ニュージーランドと
貿易の仕事をしていて、そこの息子がニュージーランドに1年留学に行くって話を聞いて、それ俺も行きたいなと思って、もう日本にいても全然面白くないし、なんかきっかけがあればいいなと思っていたところでその話が来たので、ちょっと僕も行きたいっていうことになって、16歳の時にニュージーランドに16歳高校1年生の時に、だから高校もうろくに高校もあんまり行かないような日々を送っていたのでだからもう高校1年生の途中でもうニュージーランドに行っちゃって、そこから、向こうでの生活が始まって、急に生活が変わるわけでもないし、相変わらず悩んではいたんだけれども、そこのホストファミリーが行っていた教会に行った時に、すごい楽しそうに賛美をする人たちを初めて見て、楽器とか、ドラムとかギターとかベースを弾いて楽しそうに賛美をする人たちを見て、この人たちは本当に神様を知ってる、本当に生きる目的があるんだっていうのをすごい感動して、その時にそこからこんなダメな自分でも神様を信じて幸せになれる道があるんだっていうのがなんか分かって、その年の、冬ぐらいに、冬っていうか11月ですね、夏でしたけども、ニュージーランドはそこでもう神様を信じて従っていこうって洗礼を受けたのがニュージーランドの1年目でした。それがそこから、すぐ幸せになるってわけじゃないけども、だんだんといろんなメッセージを聞いたり、友達と関係をつないでいく中で、自分じゃなくて神様が一番なんだっていう思いがもう信仰のもといとしてできてきて、自分は本当に惨めなダメな人間だけども、神様がいてくれればもうそれで大丈夫っていう信仰がだんだんとこう積み重なってきて、今に至ってくるかなと思っております。それでニュージーランドから帰ってきたのがそう大学きっかけですね。ニュージーランドに3年4年いたんですけど、これから先のことをちょっとどうしようかなって考えてた時に、やっぱりこの自分がどうであれ神様がいてくれるこの安心感というか素晴らしさを日本にいたら気づけなかったんですね、おそらく僕は。で、日本で同じような思いを持ってる人がいるだろうなと思って、ぜひ日本でその伝道する、お手伝いというかなんか仕事ができたらいいなと思ったのがきっかけで、日本の神学校を調べて、その今の東京キリスト教大学っていうところがあるよっていう話を聞いて、そこに入るために日本に戻ってきたっていうのがきっかけでした。そうだったんですか。そうだったんですよ。久美ちゃん。私もクリスチャンホームなので、本当に教会が生活の一部だったから、救いの証って聞かれちゃうと、そんなに実は劇的なものはなくて、私が通った教会はもう小さい子でも日本部みたいにね、信仰告白ができれば受洗させてくださる教会だったので、子供ながらに死への恐怖っていうのがあって、死んでからバラバラになるのはすごく嫌だなと、家族とね、好きな人とバラバラになるのは嫌だし、死が分からないから、子供も大人でも分からないけど、分からないけれども、その後にも希望があるっていうことがものすごいやっぱり平安というか安心感があるから、それを得るためにだったら洗礼受けたいっていう、そういう単純な、思いで、でも私も9歳かな、3年生ぐらいの時に某教会で洗礼を受けたっていうのが私の、救いの証といえばそこかな。でもちょっといっぱい寄り道をして、その後ギャル時代もあったし、ギャル時代の前に原宿ホコ天時代っていうのがあって、いろんなバンドブームがあって、そうだ、日曜日だから礼拝よりもそっち行っちゃって、追っかけのバンドがいてとかっていうのを、ちょっとそんな時代もあったりとかしまして、でそのまま高校に入って、高校はすごく私高校受験失敗しちゃって、行きたいところ行けなくて入った私立の女子校に行ったんだけれども、それが都心にあって、
まあギャルの宝庫だったのね。なるほどなるほど。そうだから入った途端にルーズソックス履いてミニスカート履いてっていう感じだったんだけれども、でそれでもう周りに合わせていれば、まあ、穏便に3年間過ごせるって思ってたから、自分がやりたいかどうかって聞かれたらちょっと別にって感じだったのかもしれないけど、まあ、やってて楽しいところもあって、まあ、教会生活をおろそかにしながらそういうまあねお友達との遊びを優先する生活をしてたんだけれども、毎年夏にそのバイブルキャンプが長野の松原湖っていうところであって、それにはもう結構生かされてたというか、日曜日の礼拝来なくてもキャンプには行けっていう感じで毎年行かされてたから、中学1年生の時から行かされてて、でその年もでその全国から集まってくるから毎年参加してると全国にまあちょっと友達がちょこちょこできるわけ、でそのキャンプの時期が近づくと関西の友達からね今年も来るって連絡があって、あんた行くなら行くよっていう感じで、まあ、参加したんだけれども、まあ、その時に、全然もう信仰も実はちょっと離れてて、お祈りなんかも全然しないし、デボーションって何みたいな感じの生活を送ってた中でキャンプに行ってまあ、普通に3泊4日ぐらいあったんだけれども、3泊4日を時期過ごして、もうあとはもう明日帰るだけっていう日の夜に、メインメッセンジャーの岸先生っていう有名なね、岸先生がメッセージされた時に、最後に岸先生のメッセージの最後に招きをされて、じゃあイエス様を信じた人とかこれから献身をして神様のために仕えていきたい人とか、あとはこれからも信仰生活を続けていきたいと思っている人みたいな人を先生が招いて、じゃあそれぞれそういう道が分かりましたね、じゃあそれぞれのグループで皆さん祈り合ってくださいっていう振り分けを岸先生がしてくださって、で私はもうだるいからこれからも信仰生活続けていけるでいいやみたいな感じでそこのグループどうだろうと思って探して、食堂でそういうの人たちが集まって祈ってるっていうのを聞いて、じゃあ行くって言って食堂行って、座った席が献身者の祈りの場だったの。本当に間違えちゃった間違えちゃったの。信じられないよね。で座った時ここだよって言われて、どこ座ったらいいのって言ったらここだよって言われて、こうやって座ったらちょっと違くないって思ったの、だってもう10人ぐらいで真ん中に岸先生座ってんだもん。おーって思って、でももしかしたらここもこれからも信仰生活を続けていきますっていう人のグループかもしれないと思って、ちょっと様子見ようと思ったんだけど、岸先生が話し始めた時にミスったと思って、間違えちゃったと、どうやってこの場を間違えましたって立ち上がってすいませんって行こうかなってすっごく思ってたんだけど、もう一人一人の証が始まっちゃって立てなくなっちゃって、本当にね、で多分半分ぐらい来たところで、私が話さなくちゃいけなかったんだけど、私その時に泣き出しちゃって、もうおえつうわーって泣き出しちゃって、一言も話せなくって、で私のその当時の私がのグループの寝泊まりしているグループのカウンセラーというかリーダーをやってくださっていた方が私のそばにさっと来て、ちょっと一緒に立っていこうかって言って席を外してくれて、私その時本当に言葉では説明ができないんだけれども、私は神様のために生きていかなくちゃいけないんだって、ちょっと涙が出ちゃうんだけど、その時話するとすごい思って、ちょっとごめん、ちょっとハンカチ使ってください。私はその神様のため、神様のために生きるために生まれてきたんだっていうことをすごく全身ですごく示されたっていうか、私が気づくためにはこの方法しかなかったんだなっていうのをその時にわーって示されちゃって、ちょっとその時のことを分かりやすく説明してって言われてもちょっと言えないんだけれども、でその時に
岸先生にも私のそのリーダーの先生にも神様のために生きていきたいと思いますって一言だけ言って、でそのためには進学校に行こうと思うっていうのを、その高校2年生の夏に、彼らに話して祈ってもらったっていうのが多分献身への証明の瞬間です。すみません、涙が出ちゃった。それでが TCU に行こうと思って。TCU じゃなくてもよかったんだけども、とにかく進学校に行きたいって思いがもうその瞬間にバーッと溢れ出ちゃって、自分にはできることは一つもないけれども、でも神様と一緒に生きることはできるし、これから先学ぶとしたらそれ以外必要ないって自分でなんかすごく明確に示されたから、そうで、進学校を探してたんだけれども、私は両親が離婚してて母と一緒に暮らしてて、だから経済的にはちょっと苦しい中ですごく育ってきてたんだけれども、でも進学したいって言ったらちょっとそれは難しいってことだったので、すごくそれでもうちょっと結構悩んで泣いてって言ってる時に、その時にやっぱり示された御言葉が私の人生の御言葉で、トントンクローズにも作ってもらった詩編の37編の5節で、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるっていう御言葉を示されて、何も持たなくても信仰一つでやっていこうってその時に思って、って言ったらそう自分が腹をくくったらすごく道がどんどん開かれていって、普通に人間的に常識的に考えたら本当にお金もないし母子家庭でとてもじゃないけど進めないってことだったんだけれども、すごく当時は東京都民だったんだけれども、東京都の母子家庭にだけ与えられる奨学金のモデルに選んでいただいて、そうなんかそれもなんかすごくやっぱうちの母もすごく頑張ってくれて動いてくれて、でもうすっごく自然な形で道が開かれていって、入学金も全部整えられて、進学校に入る道が整えられていったっていうのがあって、すごくその時のことを思い返すと、信仰一つって自分が腹をくくったら神様は本当にモーセの目の前で海が分かれたように不可能を可能にされて、バーッと道を開いてくださる方なんだなっていうのを身をもって経験させていただいたんです。それで導かれて TCU に入りました。励まされました、めっちゃ。すごいね、神様って。すごいと思う。神様が僕のことを見捨てるはずがないっていう自信はあります。これは僕には立ち返る場所がある、神様っていう立ち返る場所がある、